来た来たよ。おお、何、うわ、何、甘くて美味しい今日はイカダにやってきました。春のアオリイカ狙いです。今まで私が釣った最大サイズが 3.08 キロなんですけれども、障害目標4キロということで、今日もサイズアップ目指して頑張りたいと思います。前回は野猿釣りだったんですけれども、今回はこの釣りをします。アオリイカ浮き釣り仕掛け簡単テコ式ね、これを使ってみます。水深がだいたい15メートルぐらいあるということで、10メートルぐらいのところにアジをとどめておきたいですよね。なのでこんぐらいかな、ここぐらいにして、あとは状況に合わせてね、棚を変えていきますね。オッケーオッケー、準備完了。よし、ちょっと投げてみます。よいしょ。あ、浮きが寝てるってことはそこについちゃってるのかな。急に寝た浮きが、そこにアジがついちゃってるのか。深くしすぎた。深くしすぎたか。あ、イカいる、イカいます。もうイカいたんだ。それでか。ちょっと離しちゃったんで置いときます。もう一回。あ、びっくりした。投げた瞬間だったから。ちょっと待って、さっきいたな絶対。今もいないけど、頭かじられてるもん。ほらすぐ来たんだ。もう一回投げる、この子。じゃあちょうど棚は良かったのか。一瞬でしたね。急に浮きが寝てたんで何事かと思ったらイカの当たりだったのか。やっぱまた寝た。さっきもこうなってたんだよな。聞き合わせしてみる。わかんないけど全然。いますね。これはかかるんかな。もうだいぶすぐそこだけどな。いる。よし。なんか小型だけどやった。初めて浮きで釣れるんじゃない、釣れるんじゃない。よいしょいって腕いって、よいしょ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 、よし、やったー。かわいいサイズですけどね。いてて、腕がつったけどタモ入れはできた。この仕掛けで釣れたのは初めてです。すごい簡単だった。もう針がついてるので、そのまま跳ね上げ式でね、パッとイカにかかってくれるということです。すごいね、この仕掛け。かわいいサイズです。秋イカみたいな感じだけどやりました。嬉しい。オッケー、いいんじゃない。とりあえず棚はいいみたいです。一匹ね、この棚で釣れてるんで、もうちょっとこれで続けてみましょう。なんかいる。死に味ですよ。なんかいるよ。なんかいるって。死に味を回収しようと思ったらなんかいる。出たよ。出たって。マジで聞いた。たまに見る。キヤー
よっしゃ。はい、シニア時に来た正体はこれでした。はい、バイ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 。おー帰っていきました。これはイカじゃないですか？イカですね、多分。おー、イカだね。よし、これはもう夢中だ。オッケー。4キロはかかるのか。よいしょ。ほい。落とします。竿を立ててゆっくりやり取り。おっと、かかった。よっしゃ。これはかかったでしょう。おー、でかいよ。これ結構でかいんちゃう。よいしょ。よし、取った。よし。これはなかなか大きいじゃないですか。やったでかいよこれ。サイズがちょっと測ってみよう。これは何キロあるかな。よいしょ。よいしょ。お、やった。2キロありますね。ちょうどだ。大きいです。綺麗な青り。やっぱり野猿だね。来た。よし、かかったっぽいよ。ほっ、よし、来た。オッケー。よいしょ。よし。よいしょ。ちょっと小ぶりだね。はい、ちょっと可愛らしいですけども、いいものを持ってきました。バーン。今日はイカダの上で美味しいものを作ります。すごいね君。びしょびしょだ。びっくりした。目の中に海水入っていて、真ん中から切って足を取って、イカダの上で釣りたてのアオリイカを調理できるなんて、これはもう釣り人の特権ですからね。格子状に切れ目を入れていきます。おお、綺麗だな。食べやすい大きさに切っていきますね。ちょっと味見します。美味しい。甘い。牛脂をひいて豚肉を炒める。はい、マキシマムスパイス。これ美味しい。お野菜投入。いや風でちょうど私が料理をしようとしているところにむちゃくちゃ爆風になってきました。しんなりするまで炒めます。そしたらここに麺を入れる。粉ソースですね。入れまして、めっちゃいい匂いする。よし。切ったイカ大量投入。イカは火を通しすぎないように、生でも食べれるぐらい新鮮だから。温泉卵。よし。ここにいて。よし。鰹節、青さのりをパラパラ。風に舞う紅生姜をちゃっと完成しました。釣りたて爆風イカ焼きそば完成です。ノンアルレモンサワーと一緒にいただこう。よし。うわー、めっちゃ美味しそう。いただきます。うまー。イカがもっちもち。さっきまで生きてたから弾力すごい。黄身とろん。本当に美味しい。釣れてよかった。ハッピー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 。うまっ。レモンサワー合う。
最高ですよ。余ったイカの切り身、これを使ってぶっこみ釣りをしたいと思います。はい、こんな感じでかけてちょんと投げてちょいそこに落として、たまに誘ったりとか、ちょっと置いてみたりとか、そんな感じでやってみますね。なんか魚がつついてるかもしんない。来たよ。お重いよ。重いよ。何？イカの切り身できましたよ。今釣ったばかりのアオリイカの切り身で、何引くんだけど何でかい。めっちゃでかい。すごい。これめっちゃでかいです。カサゴすごい。これ私が釣った中で一番大きいカサゴですね。これはこんなでかいよ。やっぱイカ釣れますね。サイズ測ってみます。26あります。カサゴの新記録を更新しちゃいました。よーし、すーちゃんただいまいい子にしてたかいぐるぐる回ってぐるぐるなんもないよ。なんもないけどすりすりよーし、おいしいご飯作ろうっと。今日もすごいぞ。今回の戦利品はアオリイカとカサゴです。大きいよまさかの1投目で浮き釣りで釣れたアオリイカ、一人で食べる分にはこのサイズがちょうどいいですよね。ちなみに2キロの大きい方のイカは後日美味しくいただきます。そしてそのイカの身で釣ったカサゴ、何でも試してみるもんですねこれならお刺身でも十分なサイズですよね。海の上でも美味しいイカ料理を食べたんですが、せっかくカサゴも釣れてくれたので、さらに美味しいものを作っていきます。よっしゃ、さばいていきます。まずは鱗を取ります。ガリガリ、結構簡単に鱗が取れますよ。頭を落とします。ガツ内臓は傷つけないようになるべく。はい、3枚におろしていきます。おー、綺麗な色。腹骨を切って中骨も抜きます。骨抜きで取りますね。少しピンクがかった綺麗な白身ですね。刺身にします。はい、今度はイカです。イカはもうね、先ほどさばいたばっかりなので簡単にそうめん状に切る。お水につけておいたお米、炊飯します。赤い玉ねぎ、みじん切りにしてお水にさらして辛みを取っておきますね。きゅうり、薄めの輪切りと斜めに大きく切っておきます。こんな感じで。食べて復興支援頑張ろう能登の厚焼き卵、石川県七尾市で作られている卵焼きですね。ちょっと味見。甘くて美味しい角切りにしとく。トマトはくし形に切っておきます。青じそ細かく切っておく。じゃーん、これがねマジで美味しいんですよ。香味の殻、皮を取っておく。包丁でギュッギュッと。そしたら明太子とイカを和えます。ピリッと金吹く明太子。はい、蒸らしておいたお米です。すし酢、もったりしてくるまで混ぜる。青じそ、うわ、いい香り。はい、準備は整った。じゃーん、ほいまずは玉ねぎ、きゅうりを貼り付ける。こういうのあんまやったことないからな。はい、あ、無理かもしれない。ちょっと一旦きゅうりはいいや。ちょっとごめんね。酢飯、ざっ平らにして卵、再びご飯を入れるよ。きゅうりを敷いて、はい、いわしったの新生姜、青じそ、
スーパーで買ったマグロサーモン対ブリ。彩りがいるからどうしても。カサゴちゃんたっぷり盛り。スッスッ。できました。イカ海鮮パフェ完成です。なかなかの出来じゃないですかこれ。玉ねぎと酢飯、卵酢飯にきゅうりとガリが来て、お刺身の上にイカ明太、カサゴもちゃんと入ってますからね。早速いただきたいと思います。すーちゃんおやつタイム。カサゴです。すーちゃんはアレルギーがあってね、ちょっと食べられない魚もあります。カツオとか。美味しかった？美味しかったな。イカはあげられないからカサゴパクパクパク。好きみたいです。よかった。はい、パフェデザートです。初めて作った割にはなかなか美味しそうにできてるんじゃないでしょうか。イカ明太、はい、いただきます。おいしい。明太子の塩気と、それからプチプチ感、イカのね滑らかでねっとりした食感にもすごくよく合ってます。おいしい。そう視聴者さんにね最近いただいたお酒をここで飲みたいと思います。なんて言うんだろう、マリハナ IPA これいただきたいと思います。すーちゃんも興味津々。すーちゃんビールはダメだよ。すごくクリアな色。ちょっと他にも飲むんでこのくらいにしとくか。乾杯。めっちゃ美味しいこれ。小麦のいい香り、程よい酸味でとっても美味しいです。カサゴいこうかな。ここにあるんだ。よいしょ。これは粗切りわさび。これめちゃくちゃ美味しいですからね。わさびの丸いさんのシャキシャキしててね、めっちゃ食べやすいからいただきます。美味しい。根魚系のお刺身って独特の深いコクみたいなのを感じますね。これはすーちゃんも夢中になるわけだ。まだ名残惜しそうにお皿を見てるもんね。そうだそうだ、もう一個試したいものがありまして、食べるオリーブオイルだって。騙されたと思ってお一ついかがですか？お目が高いですねって書いてあります。割とサラサラしてますね。これはしっかり混ぜた方がいいんだろうか。いただきます。どんな味するんだろう。うまい。これ美味しい。お醤油とかいりません。お刺身にそのまま直でかけて食べればよし。めっちゃ美味しいですこれ。ニンニク好きの方はたまんないと思います。マグロやサーモンにも合うのかな。こんな感じ。合う。うまいです。食べるオリーブオイルありですね。最初はわさび醤油とか生姜醤油で食べといて、後で味変するときにめっちゃおすすめです。おいしい。酢飯、酢飯おいしい。たまに口に入るガリとかきゅうりがシャキシャキしていい感じ。めっちゃ美味しいパフェ。そしたらこっちから行こうかな。よいしょ。ほー、綺麗。三重県のお酒だ。嬉しい。
揚げ馬。揚げ馬？揚げ馬。ちょっと紫がかったブルーの瓶の色がすごく綺麗です。いただきます。すっごい飲みやすいよ。なんかすっごいフルーティー、甘くてさらっとしててスルスルいけちゃう日本酒ですね。美味しい。じゃーん。これも初めて見るお酒だ。純米大吟醸美って書いてある。美愛知県の北設楽郡のお酒ですね。ビョン。わあ、嬉しい。楽しみ。可愛らしいパッケージですよ。ちょっとピンクくて、ここが和紙になってる。ですりガラスのね、ちょっとにしとくよ。あんまりいっぱい飲むとね、酔っちゃうから。いただきます。甘い。すっごくまろやか。美味しい。お米ってこんな甘いんだって感動するぐらいカフェに合うお酒。お米うまい。はい、ごちそうさまでした。今回は春のアオリイカ釣りの動画をお届けしました。イカだけでなくいろんなゲストが来てくれて、怖いのもいましたけどね、すごく楽しめましたね。春アオリはまだまだ釣れるシーズンなんですが、そろそろね、私もおかっぱりの釣りにチャレンジしたいので、今年はこれで終わりにしようと思います。なので生涯目標の4キロは来年に持ち越しですね。次回からは夏らしい釣りをお届けしようと思います。どんな魚に出会えるのか楽しみですね。ちぬこチャンネルではチャンネル登録者50万人を目指しています。海鮮パフェ美味しそうだったなと思った方はぜひ高評価ボタンと、そして何でもいいのでコメントをいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。終わり。また釣ってくるね。